こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、イデコを4年間実際にやってみた結果をですね、解説していきたいと思います。年金2000万円問題というのがありまして、最近ですね、年金とか老後の資産気になる方多いと思います。そういった中でイデコっていう自分の年金を自分で作るっていう仕組みですね、気になる方多いと思うんですけれども、今回僕4年間ですね、運用した結果をですね、実際儲かったのかとかですね、節税の効果あるんですけども、どうなのかとかを、わかりやすく解説、実際の数字を出していきたいと思います。で、今日なんですけれども、イデコって何っていうんで、そもそも何っていうのとメリットとデメリットなんですかっていうのを解説します。で、それで、実際ですね、僕はどういうことかって何にですね、投資したのかっていうのと、さらにですね、4年間の運用利益はどうなったのか、実際節税ってどれぐらいお得なのっていうのをですね、計算していきたいと思います。で、資産をですね、まず貯めたいって思う方いらっしゃると思うんで、その流れなんですけども、まず支出を減らしましょうと。で、さらに、収入を増やしましょうと。で、最後に溜まっていったら、それを運用して増やしましょうってことで、今日のイデコなんですけども、この資産を運用するっていうことですね、ここの、水をこう溜めて、さらに溜まったやつを増やしていく。そういう流れになります。なので、これをまず意識していただければいいと思います。で、実際ですね、イデコのメリット、イデコとよく比較されるのに積み立て NISA ってあるんですけれども、結構メリットとデメリットあります。で、積み立て NISA は、いつでも引き出せるんですけれども、イデコは、老後までですね、使えないので、もう入れたらですね、ずっと入れっぱなしだと思っていただいた方がいいです。なので、そこはですね、ちょっと不自由な点ですね。で、さらに、積み立て NISA は、その、利益に税金がかかるんですけれども、イデコは、購入金額に対して税金がかからないということになります。これはすごい大きなメリットですね。で、NISA は、投資信託とかなんですけれども、イデコは貯金とかいろいろもうちょっと幅が広がりますと。で、積立 NISA は20年間なんですけれども、イデコは、老後60歳までっていう風になります。ちょっとこの利益に対しての説明ちょっと難しいんですけれども、例えば積立 NISA であれば、20万円の株を買ってですね、例えば20万円の利益が出ましたよっていう風になると、この利益が出た分だけ、税金がかからないっていう風になるのが、NISA の積立 NISA ですね。で、一方、イデコは、この20万円株を買いましたよっていう風になったら、その20万円買ったものからですね、その分が所得税かからなくなるっていうね、控除されるっていう風になるので、その利益出なくてもですね、買った分節税になるっていうのが、メリットとしてあります。受け取った時にね、その分、税金かかってくるんですけれども、一応ですね、この節税効果がものすごい大きいっていうのがあって、それはかなりイデコの、節税面、むちゃくちゃ強いところです。で、詳細はですね、詳細欄にイデコの特徴とか積み立て NISA 解説してるんで、それよく見てみてください。で、実際どうやったかっていうと、2015年10月ぐらいにですね、イデコに入りました。で、自分は企業型のマッチング教室ってやつで、入りました。で、それは、会社が対応していればそれに入れるようですね。で、自分はあんまり詳しくないんですけど、それに、入りまして、で、自分が9000円ですね、月々かけれて、さらに会社も自分がかけた額と同じだけ出してくれるっていうね、マッチングって言って、それ合わせて9000円出すっていう感じだったんですよね。なので、自分がマックス一番出せば出すほど会社も出してくれるから楽かな、ラッキーかな、もらえるかな、お得かなと思ってですね、いっぱいかけてたんですけれども、それでやってました。でも実際ここの額は退職金から引かれてたんで、もともと自分の退職金を出すような仕組みだったっぽいんですけども、なかなか難しいですね。で、それを2019年のですね、3月まで、4年間ぐらいですね、積み立てて、でも3月末に会社辞めるまではずっとこれに入ってたってことですね。で、これを、4年間ぐらい続けた結果、どうなったのかっていうのを解説します。で、実際ですね、何買ったのっていうところを、どういうふうに考えて買ったかっていうと、当時ですね、あんまり株とかそこまでインデックスって詳しくなかったので、そんなに深く考えてなかったっていうのが一つですと。で、さらに、僕ほとんど円でお金持ってるんで、日本にですね、資産が集中してますと。例えば不動産ってもう全部日本ですし、円も、日本なので、日本にですね、偏りすぎてるかなと思ったんで、年金、ちょっと先のことを考えると、もう少し日本以外にですね、リスクをこう分散しておいた方がいいのかなっていうふうにちょっと思いましたと。なので、日本以外もっと行きたいなっていうのがあります。さらにですね、20年後とか年金受け取るときに、さらに日本って成長性とかも考えると、やっぱ日本の除外した方がいいかなっていう気がしたので、日本を除外しようかなと思って、日本以外に、この、に積み立てじゃなくて、イデコをですね、日本以外にかけていこうっていうふうに、考えました。さらに、月にですね、9000円ぐらいなので、そんなにですね、元本保証とか月、9000円ぐらいで元本保証とかしても全然増えないので、ちょっとリスクを取って、株ですね、ミドルリスク、ミドルリターンぐらいのちょっとリスクが大きいような株にですね、全額9000円を、毎月投資していく。そういうふうに積み立てようかなと考えました。
でですね、実際何を買ったのかっていうと、いくつかあった中で、普通のやつを選んだんですけれども、最初はこの三井住友 DC 外国株式インデックスファンド S ってやつをして、その深い理由はないですけど、日本除いた全世界の、株式インデックスみたいなやつを買いましたね。で、日本を除く、世界各国の株式平均投資インデックスで、なんかこの、僕も詳しくないですけど、MSCS 国際インデックスっていうのがなんか連動してるみたいですね。それで、世界のですね、多分株式の、平均的なインデックスにこう分散して投資できるんで、世界中の株にですね、日本以外に投資していく、そういうやつのようです。で、これをですね、9000円のうちの 70% これにしました。もう、深い意味はないですね。勢いですね。勢い。いいや、7割ぐらいで、みたいな。で、手数料は確か、信託報酬が 0.17% とか 0.15% と、それぐらいなので、信託報酬も少ないし、世界インデックスの株に、投資できて、日本を除外できるっていうことから、これ選びましたね。なんか内訳はこんな風になってて、見たら、65% がアメリカで、イギリス 7% で、フランス 4%、カナダ 4% とか、そんな感じになってるんですけど、時価総額で多分割ってるのか、ほとんどが、65% がアメリカみたいな感じになってますね。で、これに、大部分 70% を投資しましたと。で、これだけ見ると、ほとんど世界、新興国じゃなくて先進国ばっかりになるんで、ちょっと新興国にもちょっと入れとくかなぐらいの感じで、インデックスファンド、この、DIAM 新興国インデックスファンドってのがあったんで、それにしましたと。でこれも、日本を除く世界各国のやつで、このエマージングマーケットインデックスに投資してるみたいですね。でそれに 30% ですね、残りしました。で、なので、これ2つの投資信託を買ったような感じになりますね。で、内訳見ると、中国が 30% ぐらいになってて、韓国 12%、台湾 10%、インド 9%、ブラジル 7%、その他は 28% みたいな風になってますね。だからこういう、先進国以外の、新興国っていうか、に、30% 投資したんで、分散して投資したつもりではいましたけれども、最初からね、全部一旦のインデックス買った方がいいのかとか、ちょっとよくわからないですね。これは難しいですね。本当感覚的なもので、これを買いましたね。なので、この2つをですね、月々9000円ずつですね、70% と 30% ずつ積み立てていって、5年後どうなったのか、それをですね、解説していきます。で、実際、いくら投資したかっていうと、その5年弱なんですけれども、73万8000円を、投入してます。でそのうちの、半分の30何万円が僕で、30何万円が会社でっていう風になってて、半々出し合って73万8000円が、貯まりましたと。に、投資信託に投資しました。で、世界株インデックスどうなったかっていうと、購入額は51万円ぐらいですね、7割が51万円ぐらいになってて、でこれの運用が、60万1760円までになりましたということで、結構ですね、プラス8万5千円ぐらいになりましたね、5年ぐらいで。なので、10% ちょっと増えた感じになってます。で、もう一個、インデックスの方は、新興国の方は、購入が22万ぐらい買ってまして、で、それで24万ぐらいの評価になってたんで、こっちがプラス2万4千円ぐらいになると。なので、合わせて 10.9 万円ぐらいですね。73万円ぐらい投資して、84.7 万円になりましたってことで、10万ぐらい増えたんで、大体 15% ぐらいですかね。5年間で増えてます。なので、これを大きいと見るか、年間 3% ぐらい増えてるような感じですかね。年平均で見ると。で、これをどう見るかですね。ぼちぼち増えてるのか増えてないのか。貯金と比較すればいいですけども。なので、こういうふうに、これがですね、今こうなってるよっていうだけで、ずっとこれが増え続けるわけじゃなくて、なんか株が下がれば下がるかもしれないっていうリスクはもちろんあるんですけれども、今としては、15% ぐらいで増えて、運用できてるっていうことで、こんなもんなのかなっていうふうに思ってます。なんかこういうふうにですね、紙にですね、なんかこう、出てくるので、これあとブログに貼っとくんで、ブログ見てみてください。で、あとですね、もう一個、節税の効果は結構でかいんですよね、イデコは。でその積み立て NISA と違って、イデコは、節税の効果が強いんで、そこをですね、ちょっと解説すると、大体自分自身がお金出したのがですね、36万9000円でしたと。でそこに、所得税と、住民税がかからないっていうところがメリットになるというイデコの、強みの一つですね。で、年収を、700万円、仮にですね、年収700万円の人が税金どれぐらいかかるかって計算してたので、その結果簡単に使うと、大体
年収7万円の方、700万円の方の、課税所得っていうのは370万ぐらいなので、それになると、所得税が 20% で、住民税が 10% ぐらいですね、になります。なので、ちょっとこれ、簡易計算で、僕税理士でないので、参考でもしかしたら間違ってるかもしれないんですが、それ算出すると、大体この36万9000円で自分が出した積み立てたお金に所得税と住民税がかからないってことになるので、それが 30% なくなるってことなので、11万円ぐらいのですね、節税効果になってるんじゃないのかなっていうふうに自分は考えてます。結構でかいですよね、この11万円。36万9000円ね、払って、それで、11万円ぐらいの節税効果があるっていうふうになると、節税効果だけでも大きいなっていうのはこのことなんですよね。この額が大きくなればなるほど結構ここは節税効果大きくなります。あとはこの年収の部分ですね。どれぐらい年収もらってるかとか、で、その所得税と住民税がどれぐらいかかるかによっても変わってきたりとかするので、なのでもう家族の条件だとか、他の所得がどうかとか、そういうの総合的に変わってくるので、ちょっと一概には難しいんですけども、節税の効果がでかいっていうのはこういうことです、イデコは。で、これ合わせるとどうなるかっていうと、増えてるのが10万9000円増えましたよっていうのと、節税が11万円の効果なので、今のところ22万円ぐらいの効果がありますっていうところで、なかなかですね、面白いかなっていうふうに考えてます。で、イデコの、特徴と、結果なんですけれども、やってみた結果、メリットもあるし、デメリットもあると、ちょっと今日触れたいんですけど、特別法人税の話だとか、ちょっと不確定要素もあったりとかして、ややですね、イデコは、リスクもあったりとかしますし、60まで、引き出せないというデメリットがあるんで、この、僕の78万円では80万円ぐらいはずっとですね、老後までは、使えないし、そのまま、もう積み立て続けると。で、投資信託に、月9000円やってることで、4年間やることで、一応10万円ぐらい増えましたよと。ただ、減る可能性もあるんで、これ、どっかに必ず増える投資はないんで、それを、リスクを下げるために、ドルコスト平均法っていうところを月々9000円ずつ同じ感覚で同じ金額こう積み立てていくドルコスト平均法でリスクをですね、減らしている。そういう風になります。で、節税の効果は、11万円ぐらいと、実際の増えたのは10万円ぐらいなので、この、4年間ぐらい22万ぐらいですかね、増えましたってことで、実際見てみると、いいのかなっていうふうに思ってますが、今後どうなるかわからないので、イデコですね、やってみたい方の今日、参考になればいいなと思ってます。で、こういう資産の増やし方とかですね、再生リストで資産の運用の方法とか解説してるんで、もし興味あれば見てみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、このチャンネルはですね、不動産投資とか株式投資、経済とか役立つ情報を発信していってるんで、もし面白かったらチャンネル登録をお願いします。あとですね、コメントお待ちしてます。あと役に立ったら、SNS とかシェアしていただけると嬉しいです。あと Twitter ですね、有益な情報を発信してるんで、よかったらフォローしてください。あと LINE アットで不動産投資のチェックリストプレゼント中です。あとメルマガで、不動産投資講座始めてるんで、よかったら見てみてください。どうもありがとうございました。